バンド SH101 でございますね。これね、色がこうグレーになった SH、後にね青とか赤のモデルもあったと思ったけど、ここにねグリップを作られてショルダーにしたりとかね、そういったこともできた、機種ですけど、これもね非常にこのねプラスチックないい感じの音が出ますね。もう全くこのパネルは、SH もう直径のデザイン、もちろんサブオシレーター、ノイズ、フィルター、相変わらずでフィルターの機器、レゾナンス機器がねめちゃくちゃすごい。歴代の中でもこのキレの良さはピカイチなんじゃないかなと私は思ってるんだけどすごいですね。いい感じでございますね。でね、もう一つ特徴としてはここにねアルペジオがついてるんですね。ダウン、アップ、アップダウン、こういうことができたのが楽しいですね。あとねシーケンサーがついてるのよ。なんとシーケンサーってこれ面白いのがね、どうやるかというと普通に弾きます。プレイ。このように今この、レイトでクロックで速さが変わりますけど、弾いた状態がこのまま録音されます。例えばレスト、今9分降りたのよ。わかる？これだからまあこのねアナログシーケンサーというか、デジタルシーケンサーの走りというかね、一音一音録音していって、それで再生できるというね、簡易的な機能がついたのがこの SH101 なんですね。で当然アナログシーケンサーだから SH シリーズには当然のごとく CV ゲートのインとアウトがついてるんだけど、ちょっとこれを使ってね面白いことしてみましょうかね。この今 SH101 とここに SH2 を用意してまして、なんと CV ゲートというね、音程と音の長さを決めるんだけど、 CV は音程で、ゲートで音の、長さを決めますけど、これをねアウト SH101 のアウトから SH2 のイン、 CV ゲート CV とゲートのインに2本でつながってます。それによりなんと今ね両方出てます、音が。これを弾いてじゃあ、証拠とそれに証拠として SH101 をこれボリューム下げますね。で今出てるのがこいつですね。ボリュームほらね、こいつが出てるイコールミディと同じことが起こってるわけ。今ミディコードがないのにこの時代 CV ゲートで同じようなことができるわけ。両方上げるね。こういうことができてしまう。で、当然、SH101 にはシーケンサーが入ってるじゃん、さっきのね。でちょっとプレイしてみますね。当然このシーケンサーで今こいつが鳴ってますね。鳴ってますね。でこっちを混ぜる。これが何といってもこのね、ミディがない時代の CV ゲートによるシーケンサーの原理なわけ。
すなわち音程と音の長さをやり取りすることで、当然これがアナログシーケンサー MC4 とか MC8 だったらば、そこに音程情報を打ち込めばこれと同じことが起こるという。という CV ゲートはこういう仕組みだったんですね。これがあったから MIDI ができたと言えるのではないでしょうか。SH101 でした。